もし何気なく訪れた旅行先で大量虐殺が起きたとしたら、遡ることおよそ26年前の1996年4月28日、オーストラリアタスマニア島、この島の観光地ポートアーサーのカフェで一人の男が食事をとっていました。料理を口に運びながら店内を見回す男。昼時を迎えた店はカップルや家族連れなどの観光客で賑わっています。今日は白人が多いな。男は意味深な言葉をつぶやくと席を立ち、ゆっくりとカフェの奥へ歩みを進めます。そして一番奥の席へたどり着くと、そこになぜかビデオカメラを設置し始めました。それからわずか1分半後、このカフェに居合わせた20人が命を落とすことになったんです。突如として有名観光地を襲った大量虐殺事件。一人の男が引き起こした事件の全容とは。男を突き動かしたのは幸せな日々を一変させた負の連鎖だったんです。おさす、キングダム救済の時のあの気持ち、辛いよ、ケンちゃんです。カイロの代わりに私をもぎもぎ抱きしめて、梅の子です。本日ご紹介するのは、オーストラリア史上最悪の事件とも言われているポートアーサー事件についてなんです。この事件なんと1分半の間に20人もの命を奪ったとも言われているんです。1分半の間に20人さ、一瞬の出来事じゃない、本当に。そうですね。どうすればいいか現場にいた人なんて身動き取れないわよ、そんなの。ただこの事件ね、その犯行内容だけではなく、犯人が抱えていたその事情も非常に注目されていたんです。まずは早速この事件の概要から見ていきたいと思います。地獄と化した観光地。遡ることおよそ26年前の1996年4月28日、オーストラリアタスマニア島が今回の舞台。普段は和やかに賑わっている観光地ポートアーサーに、その日は悲鳴が飛び交っていました。こんなことあり得るのか。あまりにも凄惨な街の様子に駆けつけた警察もただただ愕然とするばかりでした。カフェの店内や駐車場、道路など至る所に怪我人、死人が倒れている状態。オーストラリア屈指の観光地は地獄さながらに姿を変えてしまっていたんです。警察はすぐさま車で逃走した犯人の行方を追いました。たどり着いたのはポートアーサーから少し離れた海沿いのコテージ。犯人の男は人質を取り、この建物に立てこもっていたんです。こんな白昼堂々、明るいとこでの犯行だったとかさ、観光に来てて巻き込まれた人もいっぱいいるんじゃないの？ね、そうなんですよ。犯人はね、それぐらい見境なく暴れ回っていたんです。観念して出てこい。警察はコテージを取り囲み、犯人と交渉を試みます。しかし何度呼びかけても応答はなく、膠着状態は18時間にも及びました。そして迎えた翌朝、犯人が立てこもっていたコテージに突如として異変が起こります。おい、コテージが燃えてるぞ。突如上がった火の手に動揺を隠せない警察。そう、犯人の男はコテージに火を放ち、混乱に乗じて逃走を図ろうとしたんです。しかし周囲は警察によって包囲されていたため逃げ場はなく、男はあっけなく逮捕されることとなります。逮捕された男の名はマーティン・ブライアント。彼はたった2日間のこの騒動で35人もの命を奪ったんです。とっさに無差別な殺戮を繰り返したマーティン。警察へ連行される彼の暗く沈んだ表情は、まるで自身の人生の虚しさを物語っているかのようでした。人生の虚しさって、なんかきっかけになる出来事があったのかもしれないね。この事情を知るにはマーティンの、人生を振り返る必要があるんです。一筋の光。1967年5月7日、マーティン・ブライアントはオーストラリアタスマニア島で生まれます。父モーリス、母カーリーの愛情を一身に受け大切に育てられていたマーティン。ただ彼には幼少から両親を困らせていたある癖がありました。マーティン、ご飯の時間よ、ほら暴れないで。母カーリーが抱こうとすると、その手を払いのけるようにして逃げ回るマーティン。1歳半を迎えるくらいの頃から彼は母親に抱かれることをあからさまに嫌がり、暴れるようになったんです。まあ男の子はやんちゃなくらいがちょうどいいものよね。ため息混じりに苦笑いするカーリー。そう、この時点では両親もそうしたマーティンの挙動を少し手がかかるくらいにしか思っていなかったんです。しかしある日の出来事を境に、両親はマーティンに明らかな異変が起きていることに気がつきます。それは一人で遊んでいたマーティンに母カーリーがふと目をやった時のこと。マーティン、何があったの？なんとマーティンの手の中にはぐちゃぐちゃに潰されたおもちゃが握られていたんです。この頃から彼は何度新しいおもちゃを与えてもすぐに壊してしまうようになったんです。普通に子供がおもちゃ壊しちゃうこととかってさ、そこそこあるじゃない。普通のことだと思うけど、ぐっちゃぐちゃにされてるってなったらちょっとゾッとするわ。そうなんです。そしてこのマーティンのね、行為っていうのは、後遺障害という、いわゆるれっきとしたね、精神疾患からね、来ているとされているんです。というわけで、本日のメトラーキーワード、後遺障害について。
行為障害とは、社会のルールを守らず反抗的、攻撃的な行動を繰り返す精神疾患のこと。人や動物を攻撃する、物を破壊する、学校をサボる、盗みを働くなどの反社会的な行動を長期的に行っている状態を指し、通常の子供のいたずらや反抗に比べても過激なことが特徴です。先天的な脳の障害、もしくは家庭や学校など環境の要因が複雑に影響し合い発症するとされています。マーティンは自分のおもちゃを壊していたほか、水泳中に他人のシュノーケルを引っ張って溺れさせようとする、人の家の庭の木を勝手に切り倒すなど、幼少期から行為障害の傾向が数多く見られていました。やばすぎるだろ。問題行動ばかり起こしていたマーティンは学校でもキーな目で見られ、友達が一人もできませんでした。そして彼は大人になるにつれて周囲に避けられている事実を重く受け止めるようになり、次第に塞ぎ込んでいきます。そのようにしながらマーティンが19歳を迎えた頃、息子を見かねた父モーリスは次のように言い出すんです。なあマーティン、お前便利屋の仕事をやってみる気はないか。いろんな家を回って雑用を買って出るんだ。父モーリスとしては便利屋の仕事をすればマーティンが人と接する機会を増やせると考えてのことでした。マーティンが父親の意図を理解していたかは定かではありませんが、いずれにせよ彼には他に働き口もありません。こうしてマーティンは父親の言う通りに便利屋として近隣の民家を訪ねて回ることに決めるんです。しかしこの選択はマーティンにむしろ厳しい現実を突きつけることとなりました。便利屋、誰があんたに頼むんだい。他当たっとくれ。吐き捨てるように言い放つと勢いよく扉を閉める訪問先の女性。そう、幼少から問題ばかりを起こしていたマーティンは評判が悪く、近隣のどの家を訪ねても門前払いにされてしまうんです。これはかわいそうなんだけど、確かに問題児って言われてる子に家の雑用は任せらんないかなとは思うよね。まあ仕事として頼む以上ね、マーティンのこう人間性だったりも見ちゃいますよね。もちろんそうだね。ですが、このマーティンに仕事を頼む人が一人いたんです。すみません。便利屋をやっているんですが、何かお手伝いできることはありませんか？その日、マーティンが訪ねたのは、50代で一人暮らしをしているヘレン・ハーベイという女性の家。またどうせ断られるんだろうな。玄関先に顔を出したヘレンを前に、マーティンは半ば諦めながらも返事を待ちました。すると、彼女からは予想外の反応が返ってきたんです。あら、ちょうどよかったわ。あなた動物は好き？そう、ヘレンは近所でも評判の悪いマーティン相手にも嫌な顔一つせず、ペットの世話を頼みたいと言ってきたんです。はい、好きです。ようやく仕事をくれる人が現れたことにマーティンは嬉しさを隠しきれませんでした。優しい人出会えてよかったもんね。そうなんです。ヘレンとね、出会ったことでマーティンの人生はここから一気に明るいものに変わっていくんです。マーティン、今日は仕事はお休みにしてドライブに出かけない？芝刈りをしていたマーティンを笑顔で手招きするヘレン。マーティンが彼女の家で働くようになって以来、ヘレンはこうやって仕事の合間を縫ってはマーティンを頻繁に外へ連れ出してくれました。ピカピカの高級車に一流レストランで食べるフルコース、ブランド物のおしゃれな服、裕福なヘレンが見せてくれる世界はマーティンが見たことのないものばかりでした。便利屋とは名ばかりで、子供のいなかったヘレンとマーティンの関係はまるで実の親子のようになっていたんです。そしてある日、ヘレンはマーティンにこんなことを言います。もしよかったら農場を買ってそこで2人で暮らしましょうよ。この誘いに2つ返事で答えたマーティンはヘレンに連れられ、タスマニアの農村地区コッピングの農場に転居。ヘレンとの農場での暮らしはマーティンにとって非常に心地いいものでした。嫌われ者だった自分にも偏見なく接してくれるヘレン。彼女の存在は暗闇に覆われていたマーティンの心に一筋の光を差すかのようでした。めちゃくちゃ素敵な話じゃない？もうここからどうやってあんな大事件を起こすことになっちゃうの？このままね、ヘレンとの日々がね、こう平和に続けばよかったんですけど、マーティンには残酷な運命が次々と襲いかかってくるんです。儚き夢の時間。マーティンがヘレンと暮らし始めて5年が経った1992年5月、マーティンはヘレンに連れられ、とあるカフェを訪れます。この時マーティンはいつもと同じように、ただ2人で食事をするだけだと思っていたんです。しかしカフェの扉をくぐると、そこにはマーティンのよく知る人物の姿がありました。父さん、母さん。久しぶりに顔を合わせた両親を前に、驚きを隠せないマーティン。次の瞬間、両親とヘレンは声を合わせ、満面の笑みでこう言いました。ハッピーバースデー。そう、この日はマーティンの誕生日でした。ヘレンと両親のサプライズにはにかみながらバースデーケーキのろうそくを吹き消すマーティン。彼はこの時、人生で一番と言ってもいいほどの幸せを噛み締めていました。最高の思い出となったそのカフェは、ブロードアローカフェ。タスマニア島のポートアーサー史跡にある観光客で賑わうお店でした。いや、こんなん感動して泣いちゃうわよ、本当に。ヘレン出会ってよかったわね。こういった幸せな日々がね、続くと思っていたんですが、1992年10月20日、そろそろ新しい服が欲しくない？ショッピングに行きましょうか。運転席でハンドルを握りながらマーティンにそう投げかけるヘレン。二人はいつもと同じようにたわいのない話をしながらドライブを楽しんでいました。その時、二人を乗せた車は突如大きく方向を変え対向車と衝突。
ヘレン。意識も朦朧とする中、隣に座っていたヘレンに必死で呼びかけるマーティン。しかし彼女から返事が返ってくることはありませんでした。そう、ヘレンは運転席ですでに死んでいたんです。マーティンはドライブの際、助手席から運転中のヘレンにじゃれるようにいたずらをする癖がありました。ヘレンはそんな彼を愛おしく思っていたのですが、結果としてそのいたずらが最悪の事態を招いてしまったんです。なんとも言えない気持ちになるわね。大好きだったヘレンが自分の行為の結果、間接的に殺しちゃったみたいな感じになってるのはあまりにも辛すぎるわよ。マーティンはこのことについては、ひどく後悔したでしょうね。そしてね、彼に襲いかかる悲劇、まだまだあったんです。ヘレンの死後、マーティンの両親は彼に実家に帰ってくるように促しました。しかしヘレンとの日々が忘れられないマーティンはそのまま農場を離れられずにいたんです。父モーリスはそんな息子を心配し、農場へ引っ越してマーティンの仕事を手伝ってくれていました。そんな日々を送りながら迎えた1993年8月。あれ、父さんはどこに行ったんだろう。この日、父モーリスはどこかへ出かけたきり農場へ帰りませんでした。マーティンはすぐさま警察へ捜索願いを出すんですが、モーリスの行方は一向につかめず、息子があんなんじゃそりゃ嫌にもなるさ。マーティンは近隣住民からそんな陰口を叩かれるようになっていきました。そして数ヶ月後、ようやくモーリスが発見されることとなります。彼は農場近くのダムで自殺していたんです。モーリスは息子を案じる日々の中でうつ病を発症。追い詰められた結果、ベルトで首を吊り、自ら命を絶っていたんです。数少ない理解者だったヘレンと父親を立て続けに失ってしまったマーティン。同時にマーティンは彼らの死がいずれも自分の責任であるかのように感じていました。この後マーティンはそんな罪悪感や孤独を紛らわすかのように何度も旅行へ出かけたり、ファッションを変えてみたり、様々な気分転換を試みるんです。しかし、もやのかかったような彼の心は何をやったとしても晴れることはなかったんです。遺産としか言いようがないわよ。これでマーティンは自暴自棄になっちゃうわけ。そうなんです。彼が事件を起こしたことにはもう一つきっかけとなる出来事があったんです。フォートアーサー事件。1996年3月、家族や大切な人を失い打ちひしがれたマーティンはいつからか自宅に引きこもるようになっていきました。そしてこの日も何をするわけでもなく、ただぼんやりとテレビを眺めていたんです。そんな時、彼の耳にあるニュースが飛び込んできます。3月13日、イギリスダンブレーン小学校の体育館に銃を持った男が侵入し、生徒ら17名を殺害しました。この時報道されていたその事件はダンブレーン小学校無差別殺傷事件。テレビが告げる犯人の名前はトーマス・ハミルトン。ボーイスカウトの指導者だったこの男は周囲からの評判が悪く、指導者をクビに。挙句、小児性愛者だから子供たちに近づいたんだと人々に罵られた結果、怒りを爆発させ犯行に及んだと言います。こいつは俺と同じだ。テレビの前のマーティンはこの男に釘付けになっていました。理解者を失って一人になってしまったマーティンは周囲から変人扱いされ、阻害されてしまったその男の姿を自分と重ね合わせていたんです。1996年4月28日、いらっしゃいませ。その日、マーティンは大きなダッフルバッグを抱え、その店を訪れた。笑顔で迎える店員には目もくれず、そそくさと席に腰を下ろすと、マーティンはぐるりと店内を見回した。今日は白人が多いな。そうつぶやいた彼の目つきは、まるで獲物に狙いを定めるように冷たいものだった。観光客は、そんなマーティンの様子など気にも留めず、おのおの食事を楽しんでいる。マーティンはランチを注文した。ただただ一心に料理を口へ運ぶその姿は、いつか食べたその味を懐かしむかのようだ。そしてランチを食べ終えると、マーティンは何か思い立ったかのように突然その席を立ち上がる。そのまま店の奥へゆっくりと歩みを進めたマーティンはなぜかバッグからビデオカメラを取り出し、店内を一望できるその場所に設置した。続けざまにバッグの中を探るマーティン。手の先に冷たい感触がする。彼は一つ息を吐き出すと、握りしめたそれを取り出した。次の瞬間、1分半後、マーティンが銃を撃つのを止めた時、そこには20人の遺体が転がっていた。店の玄関では店名を記した看板が音もなく揺れている。ブロードアローカフェ。ヘレンや両親との幸せな思い出は一瞬にして血塗られたものとなってしまった。ブロードアローカフェって誕生日お祝いしてもらったお店じゃないの？本当にね、何を思ってここを選んだのかっていう、よくわかんないですよね、本当に。カフェを後にしたマーティンは駐車場でも数名を射殺。車で逃走した彼は途中、すれ違った車の乗員4人を撃ち殺し、車を乗り換えて逃走を続けます。この時点ですでに死者は30人を超えていました。その後マーティンはカフェから少し離れた位置にあるコテージへ到着。盗んだ車に火を放つと観光客を人質に取り、その後18時間コテージに立てこもったんです。こうしてオーストラリア史上最悪と呼ばれた銃撃事件は35人の死者、23人の負傷者を出す悲惨な結末を迎え幕を
を下ろしました。同年11月、マーティンに言い渡された判決は終身刑35回。現在も彼はタスマニアのリスドン刑務所に収容されています。結局マーティンは犯行動機について詳しいことは何も語っていません。そのことに関して彼の精神疾患を理由に本当に何も分かっていないのではないかとする意見もあるんです。しかしマーティンの生きてきた人生を思うに、彼が理由もなく事件を引き起こしたとは僕には思えません。彼の犯行はきっと自分を受け入れてくれる人のいなくなったこの世界に絶望してのものだったのではないでしょうか。メトラの皆さんは一体どのように感じましたか？